皆さん、こんにちは。Learn Japanese Radio の小麦です。今回の動画では、日本の食事マナーについてご紹介します。これから日本旅行をしたい方や、日本に住みたいと思っている方にとって、とても役に立つ動画です。ぜひ最後まで楽しんでください。まず、日本での食事で主に使われるお箸のマナーについてご紹介します。まず、お箸を使うことに慣れていない人は、上手にお箸を使えないかもしれません。でも、それは普通のことなので、気にする必要はありません。使い続けるうちに慣れていけば、いずれ上手にお箸でご飯を食べられるようになります。でも、お箸のマナーを間違えるととても失礼なので注意が必要です。マナー違反となる失礼なお箸の使い方は複数あります。例えば、差し箸です。食べ物にお箸を刺して取ることを差し箸と言い、下品な食べ方だと思われてしまいます。それから、お箸で食べ物をつつく探り箸もマナー違反です。一度お箸をつけた食べ物はそのまま食べるべきだと考えておくと良いでしょう。お箸を料理の上でさまよわせる迷い箸も失礼です。それから、食べ物を自分のお箸から別の人のお箸へ渡す箸渡しは絶対にしてはいけません。理由は、葬儀の場で人骨を人から人へお箸を使って渡す行為を連想させてしまうからです。なので、人に自分の食べ物を渡したいときには、お箸からお箸へ渡すのではなく、お皿に置いてお皿ごと渡してあげましょう。お箸は正しく持ち、丁寧に扱うよう心がけると、食べる姿が美しいです。次にご紹介するのは、お米をよそうお茶碗の持ち方についてです。日本の食卓では、一人一つのお茶碗にお米をよそって食べるのが一般的です。このお茶碗は利き手ではない方の手で持つのが基本的なマナーです。お味噌汁も同じくお茶碗によそい、食べるたびに片手で持ち上げて食べます。テーブルに置いたまま食べるのはマナー違反であり、汚い食べ方と言われています。なぜお茶碗を片手で持つ必要があるかというと、食べ物への感謝の気持ちを表したり、丁寧に扱おうとする心意気を表したりしているからです。おかずを食べるときには、お米のお茶碗を受け皿にすると、おかずをボタボタとテーブルに落とす心配もなくなります。しょっぱいおかずを口に入れたときには、お米を一緒に頬張ることで中和されるので、お米のお茶碗を片手に持っておくと便利でもあります。日本の食卓では一般的に音を立てずに食事をするのが美しいとされています。お箸がお皿に当たり、カチカチと音がしたり、咀嚼で口を開けてくちゃくちゃと音を立てたりするのはマナー違反です。特にスープを飲むときにズズズと音を立てるのは美しくないので、できるだけ静かに飲みましょう。しかし、例外としてお蕎麦やうどん、ラーメンなどパスタ以外の麺を食べるときには音を立てます。
麺をすする音を立てることが料理を楽しんでいる証拠とされるからです。また、麺をすする音に慣れている日本人は、この音を聞くことで美味しそうとイメージし、食欲が増す人もいます。次にご紹介するのは、食事の前と後に言う感謝の言葉についてです。これはとても有名ですが、日本では食事の前にいただきますと言います。また、食事の後にはごちそうさまでしたというのが礼儀です。いただきますは、食事をいただくという意味から連想できる通り、食事を作ってくれた人への感謝を表します。また、動物や野菜など生きとし生きるものの命をいただくことへの敬意でもあります。ごちそうさまでしたも同様に、料理を提供してくれた人や命を提供してくれた動物、野菜に対する感謝の気持ちを表しています。また、お米や野菜を作ってくれた人や魚を取ってくれた人、さらには自然の恵みなど、食事ができるまでに関わったあらゆる人や命、存在に感謝をするための言葉でもあります。食事はただの行為ではなく、感謝を伴う大切な時間であることを礼儀として表しているのです。次に、料理を食べる順番についてです。日本の食卓では基本的に、ご飯とお味噌汁、複数のおかずが用意されます。これらの料理は一度に一つずつ食べ終えるのではなく、バランスよく交互に食べるのがマナーです。少しずつすべての料理を味わいながら食べ進めます。これを三角食べと呼ぶこともあり、三角を描くように料理を食べ進めることを意味します。食事全体の味をバランスよく味わえる美しい食べ方です。今回の動画では日本の食事マナーについてご紹介しました。多くのアジアの国ではお箸を使って料理を食べますが、それぞれの国に異なるマナーがあります。また、お箸の形や長さ、材質が違うのも面白い点です。アジアの国それぞれの歴史ある料理には異なる特徴があります。その特徴に合わせてお箸の形やマナーも異なっていると考えるのが自然です。日本の食事マナーは皆さんにとって驚きや発見はありましたか？また、皆さんの国の食事マナーと異なる点はありましたか？ぜひコメント欄で皆さんの国の食事マナーも教えてください。そして日本の食事マナーを良いなと思ってもらえていたら嬉しいです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録が私の励みになるので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。